Ned's Records is on the 7th floor of a large multi-tenant building in Nishi Shinjuku. It opened in 1985 and specializes in noise and experimental music. I interviewed the owner, Usuda-san, inside Suite 721. 有名なノイズミュージックで有名なのメルツバウとかいるじゃない。でそれ変えるでしょ、聞くでしょ皆さん。そうするとうるさいんですよ。ガーッ、これは無理っていう人がもうそこでもうやめちゃうのね。ノイズミュージックはいいいらない、なせなせ、ノーサンキューノーサンキューってしちゃう。それが一番いけないって言ってる。でエクスペリメンタルで若干アンビエントというか聞きやすいソフトなノイズもいっぱいある。分かりやすい。はい、エレクトロニクスっぽいのは多いですから、優しいのも多いです。はい、あとリズムが入るものも結構多いです。メルツバもたまにリズムが入るのもありますが、そういうのを中心にやってるバンドもいますし、でメルツバはボーカルが入らないです。ところがボーカルが入る、ボイスが入るパターンっていうのがこの世界にはある。それをパワーエレクトロニクスと言います。それは1980年のファーストタイムでホワイトハウスが行った、自分たちの音楽はパワーエレクトロニクスだといったところからスタートしているわけです。それを10年ぐらい経ってから、そのホワイトハウスみたいなイギリスのスタイルではなくヨーロピアンスタイルとしてドイツから生まれたのがこのジェノサイドオーガンで、ジェノサイドオーガンはもっとヘビーな重い音、ダークなヘビーな音を中心としたパワーエレクトロニクスを行っています。それはヘビーエレクトロニクスと言います。パワーエレクトロニクスとヘビーエレクトロニクス、その微妙な違いがあります。そこではちょっと音楽性が強いです。で彼らがこの世界では有名ですけど、世間ではポピュラーな世界ではあまり有名ではないです。ギリギリでメルツバウなので知ってますよね。ゲルゲリゲゲゲとか花たらしとか、せいぜい非常階段って知ってるかな、その辺のところでしょう。その辺のところはボーカルではないです。日本の連中はボーカルではないんです。だから海外ボイスが強いです。ボーカルがあります。そこの方が聞きやすいです。あるいは海外はリズム系が出ているノイズがあります。それは聞きやすいです。そこから入るのが一番ベストです。それらの一番の核となったスタートは多分この SPK というこのバンドが重要なんです。これはインダストリアルのオリジナルインダストリアルアーティストです。スロビン・グリスルってバンドも有名です。これがインダストリアルの元になってます。このレーベルから生まれたオーストラリアから来たバンドが SPK です。これはかなりノイズが強いです。だからこれも絶対もう若い人たちは聴かなきゃいけないアイテムです。ここから入りなさいって感じですね。そうすればメルツバなんかでノイズとか言ってないで、もっと音楽ノイズのミュージックって広いってことが分かります。そういうところが大事です。やっぱりベテランで続いてるお客さんたちはみんなこれは好きです。メルツバは買わないです悪いけどだからといってメルツバは僕は一緒に仕事をしていたのでビジネスをしている人なので、編集部で一緒だったのでいろいろテープも聞かせてもらってたので、まだレコードが出る LP が出る前の話です。他の人よりはいろいろ言えるという存在ですアドバイスをしていたので、という感じなので、今の皆さんたちは頑張ってそれを日本のものだけから入っていくのはちょっとやめた方がいいと思いますよ。ちょっと歴史を紐解いて、基本ですからね、こっちのインダストリアルとかでファーストタイムのショックがイギリスから出てくるホワイトハウスであり、ナース・イズ・ウンド、コラージュノイズの大家ですよね。
ビッグアーティストです。あとはイタリアから出るマウリツィオ・ビアンチ、略して MB です。この 3つが核となってこのシーンを形成していきます。ただしそこにイギリスはすごくて、ノクターナル・エミッションズとかっていうバンドもいますから、80年にデビューです。その辺も深く掘っていくとすごく面白いです。ここにはいろんなアートワークもあります。でその時代、まだ若かったノイバウテンとかもいました。ノイズやってました。ニューウェーブなのにノイズやってます。この辺はジャーマンニューウェーブです。特にベルリン系ですから。ベルリン系はすごく鋼鉄な、鉄とかダークさを打ち立てるインダストリアを強くしたバンドがすごく多いですよね。あとはフリーミュージック、フリージャズみたいな要素も入れてる、アーティストも大勢います。今かけてるのもそうです。スプランガーセンボルケンはノイバウテンのメンバーが入ってます。でパーカッションバンバンやってますね。でノイズも飛び交うし、で当時流行ってるのはノイズダブ処理をして、コンクリートしていきます。サウンドになる。だからすごいうまいですよね。いい時代ですよ。この時代の音はもう不滅です。深くいっぱいいますから、まだ出てきますから、頑張って皆さん集めてください。そこがすごいですよ。だから僕もやめられない。未だに発掘がある。やっとこれが出たかとか、こんなのあったのかっていうのは出ます。あの時代はすごいです。むちゃくちゃ。後の時代も悪くないですけど、だいたい分かるんです。他はいろいろ先が出ちゃってますから。だからそれで変えちゃいます。で大雑把にもう流れはもう歴史は分かっちゃってるわけですよね。アンダーグラウンドの。ところがそのノイズ系とかが出てくる頃のニューウェーブの地下ってすごいことになってるってことです。それは新しさが昔とは違う新しさがそこにある。60年代もすごいし70年代初頭もすごいけど、そのエネルギーは80年代の手前からインダストリアルあたりから起こっている。そこはすごいことです。そこ大事ですよね。でそれがずっとそうですね、バブル近くまで続くんです。80年代。それを若干気づいた人たちで、かなりもっとポピュラーな存在のサウンドを取ってたりした人たちだけは少し日本では有名になってますけど、前衛性っていうかな、今に通じるものっていうのはそんなになくて、悪くないっていう、いいサウンドであるってことは確かであるけど、って気がしますよね。でもっとコアなノイズが強いもの、インプロビゼーションとか、ミュージックサウンドをなるべく削除していくサウンドがやっぱり一番生き残ってきた気がしますよね。それ大事です。エレクトロニカみたいな90年代のアンビエントもありますけどね、その中でもハーシノイズは不滅にずっとやってきてる人たちがいる。なんでしょうね、好きなんでしょうね、みんな思いっきりやることが。要するにハードコアとかメタルとかと同じ、若いうちの暴力衝動、ストレスを発散させるためのサウンドをノイズに置き換えてる人たちがすごく多いってことですよね。ただそれは売れるかっつったら売れないですよね。そこが難しいところなんです。だから早くからやった人間ほど売れてますからね。後からやった人間はそこは難しいですよね。となるとどうやって表現していくかっていうのは今後の課題ですね。若い世代は、やる側はね、集める側は別に問題はないですけど、過去のものを買えばいいので出てくるので、だからやる人とその買う人聞く人っていうもののバランスっていうのがこの中には混在しているので、お店には。だからミュージシャンも来ます。それが一番いいですよね。でそのミュージシャンたちとかも作品を買ったりして勉強する、聞くっていうのは大事で、自分の知らない世界を発見できる。
それをインスパイアさせて自分の中に入れて出すっていうことの新しさを作っていかないといけないと思いますね。でそのサウンドだけでもなく、サウンドは多分ね、今の人たちはテクニカルな部分はすごくうまいんです、ところがやっぱりそれでは買う側、物を聞く側、ライブ行く人、物があれば物を買う人たちは買わないですよ。うまくてできてるのはいいんですけど、これだけでは買わないっていう時代ですよ今ね。そこに付加価値が必要になってきて、プラスでやっぱりプロモーションとかアートワークとかジャケットとかの、そういうスタイルを考えないと、古いいいものをいただいてミックスして自分なりのものを出さないと、そうしないとダメでしょうねって思います。それができてない人が多いです。ただライブやってるっていう、うまくやれればいいとかっていう人たちが多いですよね。そうですね。海外の人たちももうちょっと自分で頑張らなきゃいけないと思います。自分でレーベルを立ち上げて、いいアーティストをチョイスして自分のカラーを作る、個性、を作ることが大事。いろんな国の人たちでね。でそれがあってやっぱり目立ってくる、見えてくると思います。僕らも気が付くと思います。でも今はただ作りましたっていっぱい作ってますって言っても届かないです、我々の配給の方には。だから有名なレーベルとかにそれを送らないとわからないって状況が続いてるので、それではダメなんです。うちはいろいろいいものがあれば提供したいので、お客さんも待っているのでどんどん送ってくればいいし、それが重要だったりするけどね。その辺頑張りましょうっていうことです、これからの人たちは。ねあとはね、サイケデリックとか、60年代 60s、70s のプログレッシブとかありますから、でコンテンポラリーミュージックもあるでしょ。Right. でスーパーレアなものが多いから、この辺にコレクターズアイテムがいっぱい見せてあげてるんですけど、この辺はコレクターの人っていうかノイズ好きな人は80年 80s のアーリーだからすごくサンプルなので、スリーブとかポスターとかインフォメーションとかがすごくお宝、グッズなんですよ。あとはうちの90年代の取引先のレーベルとかね、こういうのがあるんだけど、もう今はないレーベルですよ。この辺はね X とかで紹介すると受けてますけど、貴重ですよね。ドイツマルク時代とかユーロではないそれこそあれですよね、東ドイツと西ドイツがあった時代から僕やってるから、SPK とかあるじゃん、すごいね、ビデオね、それはすごいですよ。世界でここにしかないです多分多分ネッツという意味ね。実はそうですね、一つ一つの文字が何パターンかに読めるようにしたんです。で N はノイズミュージックで、エレクトロニクスで、ディストリビュートでサービスとか、ディストリビュートショップとかっていう感じで作ることも可能と。であとはノース、イースト、バイ、サウスという言葉がありますけど、それが僕はすごく好きででバイの B を反対にして D にしたんで、小文字を。それで NEDS にしたんです。でもみんながそれを並べるとネッドって呼んじゃって、それの複数 S がつくとネッドさんって言われるようになったから、ちょっと嫌でしょうがないんだけど一つ一つが耳がある、言葉で使っている、という感じなんですよ。なんとなく4文字
でかっこいいっていう。It's cool そこですそれはもう80年代 80s のかっこよさそこですよ。それだけにしかないですよどんどんアメリカから品物を仕入れてましたから、いっぱい買ってますから、毎月のように。でそれもすごいコアなノイズレーベルとかから買ってますんで、ちょっと待ってね、今はないようなこういうニューヨークの実製作のレーベル知ってます？ニューヨークだよね。もう今シカゴに移っちゃってるのでこの住所はもうないと思いますし、でこういうとこからダイレクトに当時取引して手紙ですよ、この時代タイプライターで打ったりして、あるいは手書きで書いてハンドライティングしてポストに送る、で返信をリピートを切ってスタンプをインクルードして、それで帰ってくる。それから話をまたもう一度紙作る、書く、打つ、でオーダーする、それの繰り返しでいくらって聞いて、でまたそのお金を今度は国際送金して、で向こうに送って向こうがやっと発送すると、このすごい手間ってわかるかな、ロスタイムをね、昔は多かったんですよ。まあ2 months ぐらいかかるでしょ、一つの取引が。だからビッグオーダーにしないといけなかったんですよ。だからビッグオーダーだからすごい莫大なお金をつぎ込むわけです。払うわけですよね。そうするとそればっかやってるとお客さん用にみんな待ってるから、お客さんも。だからそうするとアメリカ行く旅費なんか出ないです。すごいお金使っちゃいますので、そういうお金がなかったらまあ旅行でも行けたんでしょうね。すげえな。何 The haters. The haters. ヘイターズ。あ、知ってるの？知らない。なんだよ。知らない。知らないのか。すごい、この世界ではビッグアーティストです。ラムラーって感じですよね。日本人はラムレーって読めます。それ。お国は？イギリス、UK です。彼はなんだっけ、83スタート。でもまだ今も Now Playing ですよ。Long time playing. How many copies? How many copy? Man, independent press ですからね。Maybe 200 or 300 copy? Only だと思いますよ。ハーフメンスチェは、ほら、アインスツェン・ノイバーグ。それはベリーフェイマスでしょ。ジャーマンね。それもそうです。これはね、early 80s trucks。First time Neubauten playing trucks original. Very expensive. これテストデパートメントですよ。知ってます？知らない。イギリスですよ。労働者階級のためのデモのための音楽作った作品がファースト LP になっちゃってるんです。テストデパートメントはメタルパーカッションバンドなんですよ。ダカ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 、すごいですよ。鉄の音でバン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 。これがテクノにつながってるんです。連続のうちがテクノになるんです。でそのどうぞそれが元祖がさらにこのゼブという人です。アメリカ人ですね。ステファン・バイザーですね。この方ですね、ステファン・バイザー。これは多分このユニットはシンセサイザーを置いてるのでアンスというユニットです。ゼブのユニットはメタルパーカッションやってます。これはJNP でこれ良くないですでもスロビン・グリスルの人ですよ。知ってます？知ってるんだ。じゃあいいわ。インダストリアルレコードのオーナーですよ。これが
本人じゃん。これがジェネス・ピオリッチ本人ですよ。ね、若い頃ヤングですヤングのWow. こういう名のものがね今売られてたんですよ。嬉しいね。でも彼は亡くなったの知ってる？知ってる？でそれをびっくりするマークですよね。トレードマークですよね。ここにほらインダストリアルポスターがあるんです。レーベルのトレードマーク。これ1個じゃないんですよ。他もいっぱいあるんですよ。これは似てるな。あ、ここにほらモンテカズザいる。これがそうだ。ほらマーキーさんほらこれがこれですよ。はい、同じですよ。セームですよ。これを提供してくれたのはここにいらっしゃる方です。このおじさんのコレクションのコピーです。コレクター。Wow. すごいでしょ？みんなすごいの。うちのお客がすごいの。お客が集まるのよ。うちには。これポスターいっぱいあるよ、ほら。インダストリアルポスター。要するに工場とかのサウンドをそのミュージックに置き換えた最初の時代の連中ですから、インダストリアルってことでミュージックっていうのを作ったので、それはすごいことですよ。77ですよ。イギリスです。どうだマンチェスターじゃなかった？どうだあたりだよね。シェフィールドだと。まだ77年ですからね、パンクとかパティ・スミスとかが盛んでな頃ですよ。せいぜいルー・リードのこれが出てて、これを聞いたらなんかびっくりするような音になってます。そんな時代でしたよ。こういうのもインダストリアルのきっかけになるよね。ノイズミュージックのルー・リードがやってるってところがいいね。でベルベット・アンダーグラウンドからのサウンドがここで花開くわけで、音楽性を極力削除してストレートにフィードバックノイズ作ってます。そこが素晴らしいですよ。で僕らもそれに影響を受けてインスパイアされて80年に俺はプレイするし、こういうの影響もありますよ。あと西海岸の地下にもすごくあります。アメリカのロサンゼルスフリーミュージックソサイティっていうラフムスって略しますけど、あそこのユニットとかエアウェイとかユニットはすごいです。そういったものをみんな受けてるし、ホワイトハウスがちょうどタイムに出てきた頃ですぐ買って聞いて、やっぱすごいとこやっぱりインスパイアされますよね。